やばいやばい。大丈夫？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 やばい。怪我してない？怪我はね、今ちょっとアドレナリンが出とんであれですけど。はい、監督にテスト走行をしてもらって帰ってまいりました。お疲れ様でした。いやー、頑張ったね。これが元の形やからね。これがこれに変わったわけやから、トレッドのこの幅を見てあげてほしいよね。全然違いますね。このままじゃ目標としてる、日本一周なり何千キロっていう走行これではできない。まずこのトレッドを最低限広げてもらわないといけない。見た目よりも大変やったでしょ。まあまあ大変でしたね。ね。はい、というわけで始まりました。はい、とりあえず何？雨。ちょっと確かに雲行きが怪しいですね、今日。でも雨はいい傘がついてるじゃないですか。屋根がね、確かに。もうこの時点で。あ、全然いける？横揺れ全くないですね。カーブは気をつけなきゃいけない。段差はいけますか？へえ。前回からの失敗を踏まえ大幅に変更いたしました。まず最大の懸念事項だったスイングすることによってこれがフラフラ振り子のように持っていかれるという現象をなくすためにスイングを完全に殺しました。もともとはこの部品ですね、これがくの字になっててハンドルを曲げると上が無理やり傾く。それをストレートなものにやり替えてもうハンドルを切ってもスイングしないと。ここら辺とかこの辺をフレームとがっちり固定して完全にスイングを殺しました。次にですね、ここがもともと自転車用だったんで細い 8mm のネジだったんですよね。でここのピロもちっちゃいものがついてて、これを一回り大きいピロボールに交換した上でがっちりした剛性が高いものに変更。もともとはここから左右に出てたんですけど、車と同じようにもう左右を完全につなぐ構造、ここにもうタイロッドがあると。これによってもうここのフロントのハンドル周りの剛性は大幅にアップと。これでほぼもうわだちに取られてっていうことはなくなるんじゃないのかなと。うん。安定感はあるけど、顔面はもう相当濡れてます。そこはどうもできんすね。まあまあでもいろんなシチュエーションを試さんといけんですからね。まあね。ねえ。だから今日雨降ったっていうのは逆に言えば持ってるっていうことでしょ。確かに全部試されてますね。うん。ね、1回目で揺れが試せて、2回目で距離が試せて、3回目でこの雨の走行でどれぐらい顔が濡れるかが分かるっていうね。アンパンマンだったら大事ですよ。いやほんまよ。だってこことか結構うねりな道多いよ。まあね、確かにここ道悪いですからね。納得感は結構出ましたか？じゃあ結構出てますね。すごいな。これって他にも変わったとこちょこちょこないですか？ミラーの位置を変えました。まずミラーは変わりましたね。大きくなりましたね。確かに。バックミラーがね、バックミラーついとるよ。む見えるよ。しろ結構見えますよね、それ。そして何よりも僕見逃せないのが、はいなんかドリンクホルダーついてません？お茶が刺さってそう、ますね。さっき僕がセブンで買ってきたほうじ茶、はい一丁前に喉が渇いたら飲むつもりですか？やっぱね、体力使いますよ。まあ確かに今まではソーラーの充電しか気が回ってなかったけど、クッスン自体の充電もこれでできるようになったわけですね。でも息が切れてませんか？ここの峠はきつい。お、ドリンクホルダーが優雅に飲んでるよ。でどこに置くん？置くとこあるじゃん。ドリンクホルダーを搭載したクッスン、彼の顔に笑顔が出る。そして再び出発しますね。スイングが良くなかったんですね。ちょっとのメリットのためにものすごい犠牲を払ってしまう。最初にリソナの E サイクルのあり
安さんと相談してもらって、上にパネルをつけるなら3輪じゃないとダメだろう、4輪よりも3輪の方が走行抵抗が少ないから、3輪で行こう、前2輪にするか後ろ1輪にするか、2人ともが前2輪の方がええっていう話だった、はいはい。でこれになったんです。ところがこれがくせ者で、このバンク機構がね。 BS のみんなって言われないけど、もともとは老人用の低速車両、スピード上げるようにはできてない、それがツボやったねこれちなみにスイングがなくなることでどんなデメリットがあるんですか？まあカーブの本当に途中ははいスイングができることによって遠心力に逆らえる。マジで直進性がすごい後ろから見たい。今までははい。手でめっちゃ速くなっていける。はいはいそれがもう普通に自転車の世界だから。へえなんか結構コメントでも、はいやっぱ重心が高すぎると。はいはいはい。リカーベントっていう寝そべってやるみたいな人がいいんじゃないかな。ああはいはい自転車ですね。僕もね、本心はやっぱそう。リカンベントとかね、その方が有利なのは分かってるんですけど、普通に乗れるホースバックライディングスタイル、これちょっとかなりやんちゃな乗り味で競技車両と同じように体重移動しないけば乗れないんだけど、普通のスピードやったら十分乗れる、誰でも乗れる、しかもただっていうものを作りたくってこれでやろうよ、ってことをお願いしたい、今回の企画のこの日本一を目指すっていうのが、はいやっぱり結構段階的に考えてるみたいで、段階的に高根監督役まずはもう自転車を簡単に改造したもので出発するという感じで、それで行けるところまで行って厳しいなってなったらマシンが変わるみたいなこともあるってことですか？そうそう、だから段階的にどんどん改良を加えたりとか、新規に設計していいものをより高めていく。ああまあじゃあトライアンドエラーでやっていくみたいな感じですね。そうだからまずは失敗してもいいから自転車でデザインっていう、はいあ重心が高いことによって危険ですよっていう話をしたんですけど、はいあはいもっとちゃんとしたものを作りたいっていう話をしたんですけど、はいまずはこれで作ってくれて、高根監督はもともとプロのテストライダーなんですよ。はい俺はいろんなものに乗せされてきたから、はいもう必要最低限のものさえ作ってくれれば乗りこなすと。うわすごい。プロのライダーだけどね。ああそういうことね。会長すごい余裕がある。とはいえクッスン的にもやっぱりその最低限のラインというかここまではみたいなところがやっぱまああって、それでこの3回目のテスト走行まで至ったみたいな感じですか？そうそう、やっぱ前回のだとやっぱフラフラして高根監督だったら乗りこなせるかもしれないけど、はいそれよりはまあちょっとでもいいものにした方がいいかな。なるほどね。あれから夜通し作業してましたもんね。まあそういった意味では今の形での最大のところはなんかいけたんかなっていう、なるほどなるほど。じゃあこれで納品にはもうなりそうな感じですか？そうですね、これで最後いろいろ再度調整してはい。これだったらなるほど。ただまあもちろん僕の中での 100% ではない、100% にやろうと思ったらやっぱりもう力を設計しないと。はいまあ今回はだからいろんな制約と期日出発までの期日がある中での、最大限ってことですよね。じゃあというわけで走行の安定性っていうところは9大点をクリアしたということなんですけど、実は今回のプロジェクトもう一個肝があって、それがバッテリー給電ですよね。前回はちょっと車体のことにちょっととらわれすぎてて、はい肝心のソーラーの発電っていうのがあんまりできなかったんですよ。今回はね、結構ソーラーを煮詰めてきまして、いろんなパターンとか設定とかを試して、普通のテストのところをね、はい探り当てれたんですよ。ほうほう。なので、前回この上のルーフのパネルで全然発電できんかったんだけど、今はね、この曇り空で、さっき雨が降っとったんだけど、だいたい今で1アンペア以上。1アンペアって結構すごいんじゃないですか？普通の100ボルトの充電が2アンペアで、急速充電でも3アンペアぐらいなんで。はいじゃあ家の半分ぐらいを常にこの曇りでも充電しながら走ってるってことですか？そうそう。で、もう晴れてたら3アンペアから4アンペア。すごいじゃないですか。急速充電を常にしながら走ってるって感じですね、じゃあ。場合によっては急速充電以上の充電をしながら。
このバッテリーが一つでメーカーの分では130で、実際には100キロぐらいこれ1個で走れるって言われたんですね、それがこれ2つついてるんですよ。もしかしたら200キロ走れるんじゃないか日本人が通勤に使う平均の距離数っていうのが28キロぐらいです。このパネルで発電してもらってるんですけど、70ワットが4枚280ワットでここに充電していってる。どういうことかっていうと、朝乗っていって駐車場に置いて仕事して帰ってきたら燃料が満タンになってる。つまり永久に移動手段がタダになる燃料代タダで乗れる陸のヨットになるっていうことなんです。普通に近所でお買い物とか通勤とかに使うだけだったらもうすでにこれ完成してるんだけど、そういうことですね。電気の弱みって長距離が走れないがあるんで、走りながら充電できて、で止まったらまたこっちにも充電してパネルを広げてってやれば、今までできなかった電気での長距離移動、しかもただただそこですね。はい。下手したら永遠と走れるんじゃないですか。はい永久ってもう止まらずにっていうことでいくと、はい5アンペアだとしたら、はい大体約50ボルトと見ても250ワットなんで、まあ走れないことはないけどパワーは出ないですよ。ああそういうことね。で今回はさらにはい朝とか休憩中に折りたたみのソーラーパネルを持っていくみたいな。その屋根についているのとは別でソーラーパネルがあるってことですよね。そうそうそう、止まった時用のね。はいそれが折りたたみ用でトータル400ワットいけるんで。じゃあ僕ら先に帰っとくんで後でダメよ。なんでだってクッスン僕の辞書には引き返すっていう文字はないみたいな行くと決めたらもう行くしかないみたいなこと言ってたじゃないですか。そんなこと言う。そんな顔してましたねこの間。顔でしょ。もう行くしかないみたいな感じの顔してましたね。そんなこと言ってないですよ。いやいや新しい拠点を借りるときにあれか、まだ新しい拠点借りるっていうのは僕とかにね、もうこの動画ちょっと今見た人だけの極秘情報になってしまうけどダメよ。じゃあお疲れでした。ダメダメダメ。お疲れでした。ちょっとこうして僕らはクッスンを置いてガレージに帰ったのであった。さらばクッスン、負けるなクッスン。何置いてったんですか。いや、もういいかなと思って。まあね、でもまあ後ろついてた方がいいけど、一人でも走れるぐらいの安定感も出てますんで、結構はい息切れてませんか？ちょっとね、やっぱ峠越えるの大変。じゃあこの後はこれを引き渡してはい出発と。そうですね。はい。まああとどこから出発するかっていうと。そう。できれば一番上のね稚内のそこまでどうやって行くんですか？これを持って。確かに。ね。いや運んでくれるんでしょCause the problem is I love you. 1, 2, 2, I count to 3.